なんていうところに修道院建ててんだ。これが天空の聖域。レストランで知り合った少年が自宅に招待してくれるそうなんで、ちょっと行ってみよう。そう、このコーヒーセレモニーって生の豆を煎るところから始まります。さあ、1杯目のコーヒーが入りました。いただきます。Cheers. Salam. Salam. てかね、隣に来たおじさん、おごってくれみたいな言ってきたんだけど、ラリベラのエアポート到着しました。やっぱり地方のローカル空港はのんびりした感じでいいですね。空港って言ってももうこの建物だけで目の前出口です。配車アプリはアディスアベバでしか使えないみたいで、野良のタクシー拾うしかなかったんですけど、なぜかホテルの方が迎えに来てくれてました。何にも連絡してないのにありがたい。わあ、やったー、ありがたい。またとんでもない山奥に来ちゃいましたね。今日のホテルは今日の部屋3階ですね。お、いい感じじゃん。なんか机はめちゃくちゃ低いからあんまり使えないけど、ベッドがありまして、このホテルは丘の上にありますんで街が見渡せますね。バスルームもシャワーブースは一応分かれててお湯も出そうです。ドライヤーはないか一応聞いてみましょう。これで2000円ちょっとだったかな。あ、エアコンないな。ここの街では行きたいところがいくつかあるんですけど、移動手段とあとエントランスフィーなんかいろいろありますんで、ホテルの方に相談してトータル220ドルで今日明日連れてってくれるみたいです。ちょっと入場料が高いっぽいんで、これはしょうがないですね。さあ、出発。ここからは歩いていくみたいです。すごいな。トゥクトゥクで1時間くらいもうめちゃくちゃ山奥来ちゃいましたね。うわ、めちゃまち。うわ、まだ途中ですが、すごい景色です。多分今見えてないけど、あの山の上にあるのが修道院。今から行くのはアシェトンマリアム聖堂院というところです。ここは標高3000メートルを超える天空の聖域です。13世紀頃にラリベラの奇跡の教会運を作ったラリベラ王がここで、こりゃ全然道もわからないし、一人で行くのは難しいですね。ついてきてもらってよかった。これは聖なる水、オーリーウォーターだって。ちょっと見えないかもしれない。中に水が溜まってます。あと少しだ。うわ、すげえ。細い。到着です。おお、ここが頂上だ。ようやくたどり着きました。これがアシェトンマリアン修道院です。うわ。すごい景色だな。街どころか奥の山まで全部見えますね。もともとは石で作られた修道院だと思うんですけど、今こんな感じで保護されてますね。なんていうところに修道院建ててんだ。すげえ。これが天空の聖域。さらにてっぺんにも教会がもう一つあるらしいんですけど、さすがにあそこまではいけないね。うわ、中にも入れてくれるみたいです。靴を脱いで入ります。うわ、中めちゃくちゃ暗いんですけど、昔に使われてた銀色の棒とか色鮮やかなカーテンとか、500年前に描かれた絵みたいです。すげえ。儀式用の太鼓かな。ああ、さあ来た道を戻りますよ。めっちゃ天気いい。トゥクトゥクのとこまで戻ってきた。なんかちょっと雨降りそうだ。日も落ちて涼しくなってきましたんで、街歩きがてらカフェでも探しましょう。ありがとう。ジャパン。Yeah. Yeah. Hello. Yeah. Oh. Japan. Yeah. Japan. Bye. Hello. Camera. Yeah. Camera. Yeah. No, thank you. やばい。子供たちがみんな元気にハローって挨拶してくれるんですけど、二言目にはギンミーマネーばっかりなんだけど、怖っ。こんな感じで意外と売店もありますね。でも水は売ってないかもね。わ、こんなところに猫もいる。なんかカフェみたいなとこないかな。みんなビール飲んでますね。
商店はあるけど、レストランとかカフェみたいのは全然ないですね。YouTube。いや。この街にはたくさんトゥクトゥクありますね。でもみんな同じ色なんだよね。さっきのガイドさんによると、これはインドから輸入してるやつって聞きましたけど、チーム鈴木って書いてあるけどね。なんかコーラの絵あるし、ここ行ってみようか。Yes. ここ入れって言われて入ります。いや、瓶のコーラあったんですけど、中軍人さんが入り浸ってたみたいで、ビデオ撮っちゃダメよって言われたんで、撮れませんでした。でもコーラは冷えてて最高でした。このレストランかな、ちょっと寄ってみようかな。なんだこれ、あ、ビリヤードHello? Oh, is here a restaurant? Hello? Can I have menu? How many? 1 200? 200. 200? Yes. Pasta? Pasta or chicken? No chicken. No chicken? No chicken. Only pasta? What do you want? Fish? No. No fish. No fish. No meat? No. No meat. Do you have... If you want, egg. エッグ。いまいち伝わったかどうかわからんが、とりあえず席には座らせてもらいました。なんか煙を焚いてます。来ました。卵食べるかって言われたんで、食べるって言ったら本当卵だけ来ましたね。で、パンもいるって言われて、パンいるって言ったらめっちゃ多いな。まあいいか、いただきます。なんかちょっと暗いですけど、いただきます。本当にただのスクランブルエッグだ。なんか味付けしてある。めっちゃ美味しいですね。これパンはね、めっちゃ冷めてるっていうか、もう冷たいですね。まあいいでしょう。これはちょっと硬い。めっちゃ硬くて食べにくい。これ全部は無理だわ。2切れくらい食べて終わりにしよう。こんな感じでシンプルで落ち着いた店内ですね。隣はビリヤード場なんでたまに騒がしい。ごちそうさまでした。ちょうどいい。レストランで知り合った少年が自宅に招待してくれるそうなんで、ちょっと行ってみよう。エチオピアで行きたかったコーヒーセレモニーってやつに参加させてもらえそうです。これはラッキーだね。うわ、すげえところに入ってくな。この奥に少年の家があるらしいんで、まあ行ってみましょう。なんだかめちゃくちゃ静か。ここでやるらしいです。今ここで火を起こしてくれてますね。ここでお湯沸かすのかな。めちゃくちゃ静かなんだけど。うわ、その水使うんだ。そう、このコーヒーセレモニーって生の豆を煎るところから始まります。豆を熱しながら今洗ってるところですね。今コーヒー豆を煎ってるところですね。Thank you. おお、めちゃくちゃいい香りがします。これね、香りを嗅ぐのもセレモニーの一環みたいなんですよね。すげえ。コーヒー豆をブラインドしてますね。お部屋の中にはコーヒーのいい香りが漂っています。ジェベナに砕いたコーヒー豆を入れているところです。お茶受けとしてポップコーンを今作ってくれてます。めちゃくちゃ本格的なおもてなしですね。インセンス、お香も入れていただいて、お部屋がいい香りになってます。いや、ここまですごい手間でした。めちゃくちゃ感謝。粉が下に落ちるのを待って、コーヒーを注ぎます。少し高い位置から入れるのが作法みたいですね。一般的には砂糖を入れるんですけど、ノンシュガーでいいかって聞いたらいいよって言われたんで、お砂糖なしでいただきます。さあ、1杯目のコーヒーが入りました。いただきます。Is this a bowl? First coffee, a bowl? Yes. いただきます。熱い。この景色はね、3杯のコーヒーを飲むらしいんですよ。これが今1杯目。次のコーヒーも入れてくださってます。2杯目もいただきます。おすすめされてお砂糖1杯だけ入れました。トナ。いよいよ3杯目、最後のバラカいただきます。
なんかさっきポットに軽くハーブみたいなの入れてくれてるみたいですね。楽しみ。おお、イタマール、ダーマ。Thank you so much. Wonderful coffee ceremony. I'm signal. うわ、外めっちゃ暗くなっちゃった。あ、やばい。ちょっと待って。外めっちゃ真っ暗になりましたけど。いや、コーヒーセレモニーめちゃくちゃ良かったです。あ、Thank you. 外もう真っ暗になっちゃったから帰りましょう。Okay. Thank you so much. よしよし。いや、非常に貴重な体験でした。もうすっかり暗くなっちゃったんで、ホテルに戻ります。やばい、もう真っ暗になって何にも映ってないんですけど、今日はこれで終わりにします。それでは、デヘナエデル。またね。街灯が一切ないんで、星がめちゃくちゃ綺麗です。ただ道も全く見えません。ホテルの朝食をいただいて、今日も一日頑張りましょう。エンデミア・デラチュ、ミロックです。今日はツアーでラリベラにある岩窟遺跡を見に行きます。さあ、ここから始まりますよ。Ababa, like Addis Ababa, my name. Ababa? Ah, same? Addis Ababa. Oh, yeah. Very famous. Famous, very famous name here. Around here, this is the largest monolithic church. One rock church in the world is Beit HaMedhanayalam. This church is the largest in the world. 今日はホーリーデーっていう特別な日で、皆さんこちらにお祈りに来てるそうです。白装束を着たお祈りの方がたくさん集まってますね。ホーリーアッシュ。Holy Ash, you blessed now. Yeah. なんか白いの飾りをつけてもらいました。Yeah. これが岩窟教会遺跡。かなり大きいです。今上に補強用の屋根がついてますけども、岩をそのままくり抜いて教会になってるって感じ。ここからです。ここはエテケドゥス・メルコレウス。地獄から天国への旅を象徴しているらしいです。やばい、教会への寄付で協力お願いって言われて、このペンダント買っちゃいました。初め500ブルだったんだけど、200ならいいよって言ったらそれでいいって言われたんで、200ブルで購入しました。なんかかっこいいよね。ちょっと全然ピンと合わねえや。この奥にも岩窟教会がありますね。さっきエントランスで入場料を支払いましたんで、この中にこれから入れるみたいです。チケットの手続きが済んで、いよいよ中に入れます。さあ、靴を脱いで中に入ります。うわあ、これが岩窟教会の内部。マリアン。Yeah, Mariam. マリアン。Yeah, Mariam. これがセントマリアムチャーチかな。こうやってちょっと上から見ると本当に岩がくり抜かれてるっていうのが分かりますね。こんな感じ。今立ってるところがここで、ここは全部くり抜かれて、この建物だけを残してるっていう感じです。すごいね。こっちも柱は後付けですけど、それ以外の壁とか天井は岩をくり抜いて作られてます。こんな感じの教会がこの辺りには11個あるみたいです。ここはなんか湧き水の出る泉というか、11メートルの深さがあるっていう風に言ってました。で、ここに潜って子供を授かる、そんな儀式の場所らしいです。ちょっと説明本当に合ってるかわからん。こちらもちょっと中に入らせていただきましょう。おー、すごい綺麗に残ってますね。ここがベテゴルゴタ。ここは2つの教会が合体してるみたいです。これが岩窟教会のメイン、セントジョージチャーチです。見るからに岩をくり抜いて作ったって感じですよね。めちゃくちゃ巨大ですよ。すげえ。ちょっと近づいて見てみましょう。うわー、近づいてみるとこんな感じ。めっちゃでかい。ここはこの岩窟教会群の中でもメインだと思われますゲオルギウス教会です。地面を十字に掘った岩窟教会で世界遺産に登録されています。ここにある11の教会の中で最も保存状態がいいと言われています。本当に建物そのまま残っている感じですね。下から見上げるとさらにすごいですね。これ表面がちょっと苔むしてるくらいで、ほとんど建てた当時の姿を残してるんじゃないですかね。たくさんの方が集まってますね。これからお祈りが始まるのかな。
これが今日最後11個目の教会、アバ・リバノス。日曜日になるとここに人が集まって一斉にお祈りをするんですって。カフェに来ました。このカフェでお水1リットル購入しました。100ブル、なんか高いけど冷えてます。まだ外は明るいけどもう7時なんですぐ暗くなっちゃうからご飯に行きましょう。はい、やばい、またハローの子供たちがいっぱい来ました。ハローの次にはギブミーマネーだし、昨日ギブミーマネーって言われて断ったらとんでもなく汚い言葉。はい。ジャパン Yes Yeah。 なんだこれ、レトロななんかラジカセみたいなあるね。何屋さんなんだ、お店なのか。なんか電気はついてるけど人はいないですね。あまり食べるところないから、なんかこの綺麗なレストラン行っちゃいましょうか。お肉があるといいんだけどね。今ファスティング期間中だからお肉ないって言われちゃうんだよね。ご飯屋さんじゃなかった。みんなどこでご飯食べてるんだ。みんなビール飲んでんだけど誰もご飯食べてないんだよね。なんかよくわかんないけども、早く入れって言われてとりあえず入ります。 Hello Hi I'm from Japan. Yeah. Do you know Japan? うわマジで全然お肉ないんですよね。さっきのお店ギリギリパスタだったらあるよって言われたんですけど、まあパスタでもいいんだけどね。Helloめちゃくちゃハローって言うけど特に何もその後ないんだよね。何にもない。外真っ暗になりそうだからさっきのお店入っちゃいましょう。ティブスっていうお肉の料理食べたいんだけども諦めよう。もうここ入ろう。さっきのとこ入ろう。Pasta with tomato. Yes, tomato. Oh, thank you. Cheers. Yeah. No, okay, it's okay. Cheers. 現地のおじさんたちと一緒に飲んでます。なんか写真を撮らないで。OK。はい。サラム。最高。やっぱりパスタしかなかったんでパスタ頼みました。でインジェラおすすめということでつけてもらいました。いただきます。いただきます。I think good, delicious. Yeah, a little bit spicy. Yeah. 結構辛いな。Yeah, good. やべ、これめちゃくちゃ辛いんだけど食べきれるかな。 ሶስት መቶ የእሱ አንድ ኮካ አለ እንጀራ ማማስልን የኔ ግራ ጋር 700 ብር። 야, tamam. Ya, thank you. tamam. 아미 세 개 날로? 네, 마마살이요. Thank you. ごちそうさまでした。インジェラ半分にしてって言ったら半分に切ってくれただけでめちゃくちゃ大ボリュームでしたね。てか隣に来たおじさんビール2杯くらい飲んで楽しい時間過ごしたからいいだろうみたいな、なんかおごってくれみたいな言ってきたんだけど、まあでもしょうがない。おじさんのビール2本もおごりました。700ブル。高え。はい。 You are a YouTuber or TikToker? Yes, YouTube. いやおじさんと遊んでたらまた夜遅くなっちゃった。明日は朝から飛行機でアディスアベバに戻ります。それではレヘナエデル。こんなに真っ暗でも結構人は。 Hello. Thank you. ジャパン。こんな遅い時間でも結構人歩いてるんだよね。平和ですね。今日もホテルの朝食をいただきましょう。今日もスクランブルエッグしました。いただきます。このホテルはいいんですけど、シャワーお湯出そうとするとこんな感じでちょっと強めの雨漏りレベルしか出てこないんで洗うの結構大変でした。あとホテルの Wi-Fi がほぼ死んでて使えませんね。まあ山奥は仕方ないでしょう。デフナデラッチミロクです。空港まで送迎してもらう。35ドルはちょっと高かったけど行きは無料で送迎してくれたからまあいいよね。ラリベラ空港到着。もうとっても小さい空港なんでもうすぐそこ滑走路見えてますね。まあ軽くチェックイン的なことをして少し待ちましょう。
アディスアベバの空港に戻ってきました。もともとはこの後次の国に行く予定だったんですけど、飛行機がキャンセルになっちゃって明日に移動しちゃったんで、一旦今日はホテルの近くで一泊します。ちょっとカフェ寄ってきましょう。あれなんかお店停電してんだけど大丈夫かな。とりあえず明るそうなところに座るか。空港近くで急遽空いてるホテル探したんですけど、なんかここら辺結構いい感じのホテル街ですね。今日泊まるホテルもちょっといつもより高いです。ボナンザアディスホテル。わあ、プールついてるって聞いたけどめっちゃ濁ってんだけど、さすがに誰も入ってないわ。あれあれ、お部屋は結構綺麗な感じですね。そこそこ大きめなベッドとデスクとソファーもありますね。お水も2本ついてる。これはありがたい。あれでもエアコンついてるって書いてあったんですけど、なさそうだな。まあいっか、そんな暑くないし。水回りもいい感じでシャンプーとかついてますね。あれ、歯ブラシもついてあるって書いてあったんだけど、特になさそうだな。まあいいか。シャワーブース独立なのがいいね。あ、よかった。今回はドライヤーあります。昨日までのホテルドライヤーなくて大変でしたよ。ここで夜まで休憩してご飯にしましょう。わあ、アディスアベバはやっぱりかなり都会的ですね。今日の晩ご飯会場はこちらです。タメムキタフォー。まずはコーラが来ました。いや、今日結構暑かったですからね、コーラが美味しいでしょう。じゃ、乾杯。最高です。エチオピアは瓶コーラが多くて嬉しいです。で、まだ食べれてなかったキトフォっていうのを今日は食べに来ました。キトフォは生の牛肉料理です。生肉なんで、ちゃんとしたレストランで人気のある回転の早いレストランで新鮮なお肉を選ばないともしかしたら危ないかもしれません。なんで今日はちょっと高級なレストランに来ました。お待ちかねのキトフォが来ましたよ。すごいスペシャルキトフォにしたらとんでもないでっかいのが来ました。こんなです。こちらもまだエチオピア料理で食べてなかったティブスという、お肉炒めの料理ですね。青唐辛子が入ってます。今回はラム。こちらがメインのキトフォ。真ん中が牛の生肉です。四方にくっついてるのがチーズで、溶かしたバターを上からとろーっとかけて食べます。めちゃくちゃ美味しそう。インジェラみたいのめっちゃついてきたんだけどさすがスペシャル。いただきます。どちらも非常にスパイシーな料理なんですけど、あんまり辛くしないでねってお願いしました。じゃあまずラムの炒め物、チブスいただきましょう。うわ、来た来た。久しぶりのお肉。最高。なんかちょい辛にしてくれってお願いしたらめちゃくちゃちょうどいい辛さです。美味しい。そんなに説明するもんないけど、ラム肉と青唐辛子ですね。あと玉ねぎなんかが入ってます。これはなんか熱々のね、パンというかなんだろうね、小麦粉をこねて焼いたやつでしょうけど、なんか小麦粉こねて発酵しないで焼いたパンみたいな、なんかぐにゃぐにゃしてる。そんなに美味しくはない。それよりも久しぶりのお肉がめちゃくちゃ美味しいです。じゃあキトフォも行きましょうか。すごいよねこれ。生の牛肉、なんかネギトロみたい。じゃあまずはオンリー生肉すすりってことで、なんかマジでマグロみたいな味しますね。血の味なのかな。変な臭みもないし、普通に美味しいです。今度はチーズも一緒に食べましょう。やばい、チーズがちょっと苦手かもいろんなチーズがありますのでいろいろ試してみよう。よく見る固形のチーズじゃなくて、チーズをこう袋でギューッと絞った絞りかすの塊みたいなチーズです。ごめんなさい、ちょっとこれ苦手です。ごちそうさまでした。すみません、やっぱりチーズどうしても苦手で残しちゃいました。あとインジェラ多すぎでしょ。あんなに一人で食べれるわけないよ。明日はこのエチオピアを出ていよいよ次の国に行きます。それではデヘナエテル。持ってくるの忘れちゃってた蚊よけスプレーゲットしました。325ブル。ただ結構大きなスプレーなんでこれ飛行機持ち込めなさそう。さすがにご飯残しすぎちゃったんでテイクアウトボックスもらって道歩いてる子供に渡しちゃいました。残飯処理させてごめん。アメセゲナレフ。
エンデミア・デラッチ、ミロクです。いよいよエチオピアを後にして次の国に向かいます。ホテルの方が空港まで送ってくださるそうです。ラッキー。一応国際線なんですけど、お客さん一人もいなくて、チェックインも荷物検査も入国審査も一瞬で終わって5分くらいで終わりましたね。かなり立派な空港なのに全然人いないです。早く終わりすぎて暇になっちゃったからご飯でも食べようかな。ローカルのファストフード店だったら面白いなと思って入ったけどドバイでしたね。しかも適当なチキンのセット頼んだら4000円だって。やべえ。来ました。何らかのチキンコンボ。やっぱり揚げたてだ。めちゃくちゃいい香りする。いただきます。まあ4000円でも揚げたてなら許す。いただきます。このポテト揚げすぎてもはやスナック菓子ですね。チキンもねたくさん入ってます。オリジナルクリスピーチキンって言ってたから、揚げたてサクサクでいいね。ちょっと辛いの。あとコールスローサラダとかパンとかコーラもついてますね。まあちょっと4000円は高いわ。ごちそうさまでした。揚げたてサクサクで美味しかったです。ここの空港は結構工事しててまだまだ生まれ変わるみたいです。中国交通だって。中国資本強すぎだろう。まだ暇なんでカフェに来てアイスアメリカーノいただきました。エチオピアのジェベナで入れてくれる伝統的なコーヒーも美味しかったんですけど、やっぱり私はアイスアメリカーノですね。その後エチオピアを出て2カ国目は未承認国家のソマリランドです。その前に一旦エチオピアの旅費計算してみましょう。まだ旅の途中なんでさらっと行きます。今回エチオピアは5泊6日、2つの都市に行きました。今ここにいるアディスアベバともう一つラリベラの街ですね。航空券は行きはバンコクからエチオピアです。私はこのままソマリランドに行きますので帰りの航空券は一旦含まないで計算します。それでは5泊6日エチオピアの旅費総額18万7428円です。まあやっぱりフライトがどうしてもかかりますね。11万4740円。続いて食費は1万と42円。めちゃくちゃ安くないですか。これさっきの空港のチキン4000円含んでますんで、これ含まなかったら5泊6日で6000円です。エチオピアは本当に食事がとっても安いんですよね。国民食のインジェラなんかは1回150円とか200円くらいで食べれますし、飲み物水を買っても30円40円くらいですね。この食費1万円のうち4000円ちょっとはさっきのチキン代で、3200円は昨日食べた生肉、ちょっと豪華なレストランに行った時のことなんで、実質もう3000数百円くらいで5泊6日できます。宿泊費もそこそこ安いですね。5泊して1万6940円です。まあ大体1泊3000円くらいでしたね。エアコンはエチオピアのホテルはほとんどついてないと思います。まあ、中にはヘアドライヤーのないホテルもありますんで、事前にしっかりチェックをしてください。意外だったのが、タクシー代ですね。9182円かかってます。エチオピアの配車アプリはライドっていうのがあるんですけど、基本はキャッシュ払いで、一番初めアプリに例えば400円とかって出てたとしても、道路の交通状況とかでちょっと時間かかっちゃったり渋滞にはまると、自動でどんどん加算されてって降りる時にいきなり700円とかになってることが結構あります。アディスアベバは車の渋滞が非常に激しいので、だいたいタクシー料金上振れします。アクティビティとして3万5723円ですね。これはラリベラの街で行った丘の上の修道院とか、岩窟教会遺跡なんかのツアー代金です。最後に eSIM 代は801円です。ではいよいよフライトです。次のソマリランドではどのような驚きが待ってるんでしょうか。楽しみですね。それではネギレケナゲユ登場できませんでしたマジか。俗に言う未承認国家ってやつですね。今ちょっと外出ただけでホテルの人走ってきて危ないから歩いちゃダメよって言ってますね。ここが有名なメモリアルスクエアですね。ここで現地の通貨を手に入れましょう。これ本当レストランなの？大丈夫かな？はい、もう全然なんだか分かりません。美味しいの？やっぱり髪の毛長いのおかしいみたいで、マーケット歩いてるとめちゃくちゃ触られますね